KT です。今回はファイファインの H13 っていうゲーミングヘッドセット、こちらの開封レビューとなります。先日ファイファインの5000円ぐらいのめちゃくちゃ安くてマイクの音質がいいみたいな感じでレビュー上げた別の製品があります。そこに対して今回 H13 って形で新製品になるのかな、おそらく新製品だと思うんだけど、はい、前回のにも付属はしていたけど、このリモコンコントローラーみたいなものがあって、そこに機能が増えているっぽいです。特徴などチェックしてみようと思います。まず 7.1 チャンネルサラウンドサウンド、これはまあ旧モデルでも付属していました。ゲームチャットバランスとか、はい、ここら辺の音量の調整ができます。そして4つの EQ モードとしてイコライザーの機能もついています。50mm ダイナミックドライバー、豊かな音のディテールと力強い重点を楽しめる。なんだろうね、これよくわからない。遮音性に優れてるとかそういうことかな。パソコン、ノートパソコン、PS4、PS5、USB 接続で簡単に接続できるという記載あります。そして変わったのがマイクのミュートのインジケーターとしてランプ付きようになりました。これめちゃくちゃありがたいです。4つの EQ モードに関してこうなってるんだ。ボタンは3つしかないんだけど、4つモードあります。ボタンをね、なんか長押しするとかかな。オフ状態っていう標準のが多分デフォルトであって、そこに対して音楽、クリアなボーカル、ゲーム、迫力のある低音、映画、ダイナミック進化みたいな形、切り替えられるようになってます。手元のリモコンで変えられます。このヘッドホンに関しては光ります。何色だろうね。 11RGB モードだって8色プラスモードが3パターンあるのかな。はい。あとは快適さのために設計、集中できる没入ゾーンを作るとして、調節可能なヘッドバンド、メモリーフォーム、プロテインスキン、広めのイヤーカップ。はい。ということでちょっと開封していこうと思います。これ箱は統一的に黒なんだけど、どの色を買っても白。こちらをファイファイン様よりご提供いただきました。ケーブルがまたこちらも結構ごついぶっといやつ。はい。あとはマイクもついていて、箱の中身はこれで以上です。あ、これ紫なんだ。いい感じ。まあどっちかっていうと見た目としては可愛いっていう方に完全に偏ったイメージかなとは思います。はい、紫って言ったのはここの部分、ケーブル、そしてここのなんていうんだ、ステッチっていうのかな。ここも紫になっています。他好み多分分かれるとは思うけど、はい。で、側面。もうこれはファイファインのロゴってところ、ここも好みは大きく分かれると思います。このにっこりしたみたいな感じは、このファイファインロゴの赤い部分、ここがね、にっこりマークになってるんだよね。これがトレードマークとして、ロゴ的に入ってるってことだと思います。はい。ちょっとこれは外してしまおう。内側。LR とかは内側に書かれてない。どこに書かれてるんだ？これは、ここか。ここに書かれてる。ちょっと分かりづらいかなと思ったけど、まあ問題ないか。はい。でここがね、なんかやたら反射するね。これなんだろう、これ外すようなものじゃないよね。こういうデザインって光らせるためのあれか。光をよりなんか見せるためかね。はい、ファイファインのロゴが入っています。はい、ここら辺もちょっと弾力がある感じ。伸ばすやつは、はい。ここはまあ前回とか毎回ヘッドセット系の時に触れてるけど、頭でかい人間だとここが割れちゃうともうこの形状はね割れると思う。がっつり使ったら。はい。ここはもうね、こういう向きには一切動かないです。もうこの動きだけ。なので首からかけてって時には、こうパタってできるやつとかあると思うけど、そういう感じではないです。はい。で、ちょっとマイクつけてみようと思います。外観的な見た目どうなるか。こんな感じになります。どうでしょうか。はい、ケーブルの途中についているリモコン。前の5000円のモデルとは結構雰囲気が違います。若干洗練された感があるような気はします。ちなみにこの表面はマット加工になっていて、前回の同様そんなめちゃくちゃ安っぽいみたいな印象を受けない気がします。だからちょっとあれかな。そう考えるとこれが残念かな。これはね、安っぽさをめちゃくちゃ強調してしまっている気はします。光った時にどう見えるかっていうところかもしれないけど。7.1 チャンネルでしょ。 EQ の切り替えボタンここにあります。前回と同じくクリック感は確実にある感じ。結構カチッてやんないと誤動作とかなさそう。はい。そして側面が、これはミュートボタンかね。横にスライド。違うかな。なんかカチカチなってる。はい。で、ここがボリュームだ。チャットのボリュームとゲームのボリューム。はい。で、逆側。めっちゃボタンついてんな。ミュートボタンこっちだ。これミュートボタンです。で、普通に、ボリューム。裏側はこんな感じのクリップで、前回と同じくこれも結構強力。間違って外れちゃうなんてことは、ほぼほぼないだろうなっていう感じになります。はい、普通にこっちタイプ A で、
結構長さあるね。2メートルぐらいはおそらくあるんじゃないかなっていう印象を受けます。実際にすでにもう使用しているので、そこに対してどう思うかっていうところを、ある程度結論ベースとして話をしていこうと思います。まずこのね、ダイナミックドライバー動向ってのは大きい方がなんか迫力あったりするのかもしれない。そんなにね、迫力動向っていうのはぶっちゃけ感じなかったです。はい。で、人間工学に基づく快適設計。頭のサイズ的に何のヘッドホンをつけてももう窮屈に感じてしまうので、まあ快適とは言えなかったです。これは本当に体のサイズの問題なので、なんかあんまりこれはね、頭の大きい人にはちょっとあれかもなっていうぐらいに捉えてもらえるといいんじゃないかなと思います。未来的なデザイン。これは確かにそんな印象あります。で、AI ノイズキャンセリング。ノイキャンは、めちゃくちゃ細かく比較してないけど、キーボードを叩きながらの時に、完全に消えてはなかったけど、キーボードの音がちっちゃくなってました。これ後で、音声載せるので。360度オーディオ没入体験。どうだろうね。ただ、定位とかっていうのは悪くないなっていう印象を受けました。後で実際にゲームやりながら、もうありのままの感じたまんまで、話をしながらプレイしているシーン映すので、そしてオパール系のきらめく構造。ここは好み分かれると思うけど、可愛いと思うんであればおすすめだと思います。このクリアのやつが上をコーティングというかカバーみたいになってるんだけど、これ光ってないと結構安っぽく見えます。光らせた時には見た目的にメリットはあるかなっていう感じです。そして人間工学に基づく耳保護、重量 390g。ちょっと数字ではわかんないけど、旧モデルと比べると重いような気はしました。5000円の方の H9 ってやつ。こっちの方がちょっと重いなと感じたんだけど、比較したわけじゃないのでわかんないけど。あとは、ここのコントロールボックス。ここに関しては、機能いっぱい。ちょっと、おさらいも含めて 7.1 チャンネルサラウンドモード。これはもうね、典型的に、誰もが使ったことある人ならわかるような、あんま効果ないかなっていうか、なんか響くようになったかな程度の感じです。あとは他の解釈をすると、ボリュームの底上げになった感をちょっと感じるかなとは思いました。EQ モードの方が変化が分かりませんでした、ゲームの中では。音楽で撮ることに変わるんだけど。で、ここの EQ モードに関して、一つのボタンで押すごとに、順番に変わっていきます。音楽、ゲーム、映画。で、あとは4モードあるので、4モード目は長押し、この EQ ボタン長押しして、オフって状態になるのかな。どこもランプ使わずにオフの状態、要はデフォルトに対して1、2、3っていう感じになります。マイクミュートに関しては逆側にボタンあります。で、マイクミュートした時にランプがつくようになっているので、そこで分かりやすい。マイクの先端、ここが光るようになっているので。はい。で、あとはゲームのチャットバランス。ここのダイヤルを動かすことによって、ゲーム側のボリュームを上げたり、チャット側の音を上げたりみたいなことができます。これは PC 側で接続の設定とか必要だと思うけど。はい。で、あとはマイクのノイズキャンセリング。ノイキャンに関しては、この左側のところ、ここのボタンを押すとノイキャンオンになります。はい。で、あとは、ここゲームチャットバランスになってた。こんな感じです。はい、幅広い互換性。ここはちょっと PC しか試していないのでわかんないけど、ノートパソコン、普通につながるだろうけど、ただちょっとね、1点ね、難点なのが、USB でしか接続ができないです。以前の安い方の H9 に関しては、よくよく見てみたら、3.5mm のジャックをリモコンのところに挿す形になっていて、外して 3.5mm で使うこともできます。だからつまりスマホとかでも運用しやすい。これは3.5mm 外せないです。そう。だからそう考えると PC で普段使っている DAC にかまして使うなんてこともできないっていう形になると思います。ここはね、ちょっとね、結構デメリットかなとは思いました。現在 Fifine アプリゲーム H13 こちらのマイクで収録をしています。今試しにちょっとキーボードを打つ感じで音をどんな感じで聞こえるか確認してもらい、今回の製品はノイズキャンセリング機能あるので、これをちょっとオンにします。このまま、はい、今オンにしました。どうでしょうか。さっきと同じ感じでキーボードは叩いています。この後もう一回ノイキャンオフにしようと思います。はい、今オフにしました。キーボードは変わらず打ち続けています。そして純粋な音質の方どうでしょうか。価格もっと安い5000円前後の H9 の音に関してもこの後流そうと思います。今何も鳴っていない状態で一応ノイキャンもう一回オンにしました。ノイズキャンセリング機能がついていると喋っている時の言葉の頭と終わりが途切れてしまうみたいなことが起きがちなんだけどどうでしょうか。今特にめちゃくちゃ大きい声で話すわけでもなく、ごく普通の音量で話をしています。もう一度、ノイキャンの機能をオンにしました。続いて、旧モデル、値段も安い H9 の
マイク音質となります。ちょっとマイク触ります。はい。そしてキーボードもさっきと同じぐらいの感じで今叩いています。どうでしょうか。こちらはノイズキャンセリング機能はついていないので、ノイキャン非対応なので、もうそのまま話すのみとなります。どのぐらい入るか。現在、アリーナブレイクアウトを Fifine H13 使ってプレイ中です。とりあえずボリュームがちっちゃくて、なんか最大にしても、ちょっとまあこれ系のゲームは最大にするとさすがに銃声がうるさいとかそういうことあるかもしれないけど、全体的にね、音がめっちゃちっちゃくてこれ以上上がらないっていう問題があります。ちょっとちっちゃくしておくか、そう言ってちょっと怖い。ちなみに、このヘッドセットに関しては、イコライザが4種類切り替えられるようになってます、リモコンで。ここが、まあ足音とかに関してどうかっていうところは1個判断の指標になるかと思うので、今ノーマルにしてみました。あれだな。なんか結構微妙なんじゃないかなと思ったけど、まあヘッドホンを久しぶりに使ったからかな。迫力球を打った時に、乾いたような音ではなく、ちょっと低音を含んだ厚み、風圧を感じるような感覚があるなってのは思ったけど、まあ、普段イヤホンと広域が強いものを使ってるかっていうだけかもしれないです。他のヘッドホンと比べてどうこうまでちょっと判断がつかない。EQ 切り替えてみる。今、左のランプ光るやつにしました。ちょっとよくわからないな。真ん中のにしました。これもよくわからない。一番右のにしました。変化がわからない。何もわからない。音楽とかだったら露骨に変わったんだけど、ずっと鳴り続けているものじゃないと、なんか、今使っている一番右のモードだと足音とかにちょうどいいかなと思ったんだけど、特に今、実際にリアルに使っているレベルでは、なんか本当に変わってんのかなっていうぐらい何も変化を感じないですもん。あとは一応ちょっと 7.1 チャンネルモード。これはダメになるだろうけど、びっくりした。打ってみようか。本当にこれ変わってるかな？何も変化を感じないんだけど。音楽とかを聞いた時には露骨に変化分かったんだけど、どういうことだ？変わってる気がしないぞ。なんでだろう。ちなみにマイクは当然このヘッドセットのものを使っています。ただし、録画アプリ、ノイズキャンセリングとかいろいろかけちゃってるので、まんまの音ではないです。本来はマイク単位で最適化して使うべきなんだけど、最適化とかせずに、いつもの設定のまま使っているので、なんか微妙に、めちゃくちゃ微妙になってる可能性もないとは言えないみたいな感じ。てるね。足音はまあまあ、最低限聞こえるけど、特別めちゃくちゃ聞こえるみたいなことはないような気はします。さっき特に何も意識せずに聞いてて聞こえてきた音を考えると、定位がなんか特別悪いみたいなことはなさそうです。全体的には、なんかなんとなくこもってるなみたいな印象が強いかもしれないです。ただし、今さっき言ったみたいに違いがあまりわかんないって言ったけど、音楽とかのレベルでは、EQ のモードを切り替えることによって、シャキッとなるモードはありました。広域強めの。一番右の3つボタンが並んでるんだけど、この一番右のものが一番はっきり聞こえる印象は受けました。ちょっとまあゲームやりながら話をしてしまうと、一応旧モデルと比較もしたりしながら、ざっくりと全体像で感じたところは、音がね、マイクにしろ、聞く側にしろ、音がちっちゃい、この最新の方のモデルは。旧モデルの方が明らかにでかい。聞くのもマイクもっていう話です。ただ、一応定位的なところがやっぱ悪いみたいなことはないです。普通に、把握できるなって印象は。建物の奥の向こうから聞こえてるなとか、そういうのは全然、割ときちんと把握はできます。はい、まあ、とりあえず、まあ、何かに突出するようなおすすめのポイントっていうのは感じないかなっていう印象です、ぶっちゃけ。あとはマイクの音質が今聞いてもらっていて、どんなものか。
繰り返しになるけど、その録画アプリの方でいろいろ編集加えてるので、そういう意味で当てにならないんだけど、一応ゲームに乗っけた時に音がどんな感じかっていう意味で、フォートナイト試してます。ちなみにゲームじゃなくて音楽レベルで比較した時には、旧製品の方が音がはっきり聞こえる印象ありました。今回のモデルの方がなんか全体的にこもってるというか、あとはボリュームが全体的にちっちゃいような印象があるので、とはいえ今ね、音でかすぎて今下げたから大丈夫かな。いや、でもな、マックスにしても足りない感じがあるからな。とりあえず音的には臨場感ある感じで音自体は聞こえています。ちょっと待ってください。ちょっと EQ またこっちでも試しています。今一番聞こえやすいであろう右のランプにしてました。一回オフにします。変わってるかな？左。真ん中。右。ちょっとね、変化がわかんないです。7.1 チャンネルをやったら、ちょっとね、全体的にボリュームが上がったかなっていう、そこの判断でしかわからない。なんか音してない？全体的に、ちょっと、低音が強めに感じて、そこに埋もれて広域が聞きづらいみたいな印象があります。こういう今のドカンみたいな効果音系が低音が強くて、そこで広域がちょっと埋もれるような印象が。と思ったけど、いろいろレビュー最近は出してるけど、すべてフラットでやってます。イコライザー PC が。ただ別に、今このあれね、この製品についてる EQ は今オンにしてるけど、大元の PC 側は、イコライザーはオフの状態でやるようにしてるんだけど、なんかそこ意味ないというか、比較には意味があるけど、実際に本気でプレイするときにはもちろんイコライザー使うので、個人的には。イコライザー次第っていうところが大きいから、あくまでベースの感じはこうだよねっていうだけになるので、ちなみに今こう言ってる理由というのが実際に PC でイコライザー、もともと PC 側で用意してるものをいじっていました。そしたら、ちょっと音楽を聴いた時の話になっちゃうけど、普通に広域強いのとか、これがもうパーフェクトって思ってるものとかに切り替えるとめっちゃいい音では聞こえます。なので、だからそもそもの製品のポテンシャル自体はあるってことにはなるんじゃないかなとは思います。本当にね、デフォの EQ とかそのあたりだと、フラットめにしてくれてんのかね。とは言ってもな、4モード EQ があった上でどれをいじっても、ゲームだとさほど違いを感じないっていうのはちょっとあれだけど。とはいえ、音楽とか、そういう時のレベルでは明らかに変わります。ゲームで感じ取れないんではゲーミングヘッドセットつってのにっていう話ではもちろんあるんだけど、どっちにしてもね、PC に接続してプレイする人だったらイコライザーはいじれる環境にあると思うので、イコライザーいじっちゃうのがもういいと思います。ということで、今回は Fi-Fi の新製品ゲーミングヘッドセット H13 レビューしてきました。はい、ここで一応デメリット、メリット、微妙な点、買う理由みたいなところを最後にまとめていこうと思います。そして合わせて前回レビューしたこちら相場で5000円前後ぐらいの見てもらったら分かる通り光らないタイプ、右が光らないタイプ H9、こちらが5000円前後比較しながら、はい、まず H13 のデメリット、微妙な点、ざっくり箇条書きで読み上げていきます。まず全体的に音量が小さいです。全体的にというのは聞く側の音、そしてマイクの音量もちっちゃいです。これ何か環境依存の何かがあるのかなとも思ったんだけど、調整できるような何かってもうこれ以上ないよなっていう感じで、ちょっとそこが微妙に思いました。マイクに関しては、例えば配信だったら OBS スタジオとかのレベルで上げられるし、録画したものも上げられるは上げられるけど、結局その分持ち上げる分ノイズがいっぱい乗ってしまうとかそういうこともあるかもしれないので、ちょっと使い勝手悪い気はしました。はい。その他、聞く側に関しても、そうだな、特に爆音で聞きたいみたいな時に全然物足りないっていう感じを、個人的な環境依存もあるのかもしれないけど、そういうところを含めて思いました。はい。でちょっとこの点に関して H9 と比較っていうところ、音量に関して分かりやすいところあるので、H9 に関しては、この2つ比べたとき、マイクの録音したデータ聞いてもらったのでも分かると思うけど、こっちの方が明らかにマイクの音量でかいです。はい。しかも、聞く側の音量もでかいです。そう。みたいな違いがあり、でかかったと思うんだよな、多分こっちの方が。聞く側に関しても。はい。みたいなところがあって、このリモコンにイコライザのこの4種の EQ ボタンで切り替えられるようになってるんだけど、これがなんかね、ゲーム FPS やってる時だとなんかあんまり違いが分かりませんでした。音楽とかで聞くと露骨に違います。本当にね、説明に上がってたような、左から音楽、
なんだっけ、なんか真ん中がゲームモードか、低音が強調、左の音楽が何だったかわかんないけど、右のやつになると個人的には広域が結構持ち上がるなみたいな、明らかに変わるんだけど、なんかねちょっとゲーム側ではあんまりよくわからなかった。ゲーミングっていうにはちょっとなとはまあ感じました。7.1 チャンネルとかもこのランプつく感じで、7.1 チャンネルに関してはこっちの旧モデル H9 の方に関してもちょっと接続してないから光んないけど、ランプも光って使えるようにはなっています。あとあれか、ボリューム関連とかで一応触れておくと、こっちの旧モデルはここにマイク側のボリュームの上げる下げるもあります。はい。ちょっとね、ここはね、どう機能してるのかよくわかんなかったんだけど、押すと変わるんだけど、PC 側のマイクのボリュームのメーターみたいなのがね、動かないんだよね。でも音量は変わるみたいな謎な状況ではありました。はい。一応ちょっとせっかくだからここに並べてみると、見た目に関してもこんな感じでリモコンは全然違います。もう機能の量も全然違う。こっちは古い方はもう何も側面ついてない、こっち。逆側はまあミュートあるけど、はい。こんな感じになってます。で、この H13 の方のデメリット、次の項目いくと 3.5mm が使えないです。というのは、ここがね、このサウンドカードというか DAC に当たるのか、ただのリモコンかわかんないけど、ここが外せるようにはなっていないので、こっちも外せないし、逆側もタイプ A なだけなので。で、一方で H9 の方で考えると、ここが取り外せるようになってます。こんな感じで。普通の 3.5mm なので、この状態だったら、PC に挿して使うこともできるし、あとは自分が持っている DAC にもこれだったらつなげる。USB タイプ A でつなげる DAC とかっていうのもあんのかもしんないけど、ちょっとわかんないけど、個人的な知識ないのでわかんないけど、一般的に考えて 3.5mm の方が DAC とかは接続はしやすいと思うので、そういう側面ではこっちの方が、汎用性は高いとは言えるかもしれないです。逆に言えば、新モデルは EQ がその分ついてるってことになるんだろうけど、ちょっと悩ましい。ゲームの中やってる時にも触れたけど、なんかね、結局、ちょっとこれでは物足りない気がするので、だったら個人的にはイコライザーも PC 側でがっつりいじってしまうので、そうなると別にこっちでもいいんじゃないかなとはなってしまう気もしました。はい。で、その他、こっちの H13 のデメリットのところを挙げると、あとあれかな、音質っていうところに関しても、個人的な感覚としては、単純にはっきり聞こえる聞こえないとか、そのレベルだけの話で言うと、こっちの H9 の方がはっきり聞こえました。これは難しくて、言い方が。今回音楽で厳密に比較はしていないので、ゲームの時の印象っていうレベルで考えた時には、こっちの方がね、やっぱね、はっきりする気はします。音楽もちょっと聞いたかな。なんかね、このはっきりするっていうのは、イコール音質がいいっていう話をしているわけではないので、なんかどうしても個人的な好みとしてこもってるものを結構避けがちなの。だから音質よりもそこに頭がいっちゃってるだけかもしれないし、ゲームでも使ったし、ゲーミングっていうところからそういう風に頭いっちゃってるだけで、音質ってレベルで言ったらもしかしたらこっちの方が全然いいのかもしれないんだけど、なんかね、単純にはっきり聞こえるのはこっちだなって感じました。なんかね、これがイコールさ、はっきり聞こえるイコール安っぽい音だから、はっきり聞こえるっていうケースもあると思うので、ここはちょっとね、難しいというか、どっちとも言えない。ただなんかね、どっちか音だけ、そのさ、マイクとか聞く音量がこっちの方が大きい、こっちがちっちゃいって話もあったじゃん。そういうのも含めて音の側面で考えると断然こっちなんじゃないかなってちょっと思いました。こっち新製品でパワーアップいろいろしてるのにっていうのがあるんだけど、ここは好みの問題なのかもしれないです。はい。みたいなところを考えてもらうと、このあたりわかると思うけど、そういう側面でコスパがこっちが微妙だなっていうふうにちょっと感じてしまいました。ただし、そうは言っても、この後触れていくけど、配信とか実況の時に役立つ機能がこのリモコンに備わってるっていうところなんかがあるので、ここが便利に感じる、メリットに感じる人は、特にね、コスパ悪いとも感じないかもしれないけど、はい、みたいな感じです。はい、続いて、今度は、買う理由、メリットに当たるところを、こちら、H13 触れていこうと思います。まず、今触れたみたいに、配信とか実況向けの機能が充実っていうところが、やっぱりポイントにはなるんじゃないかなと思います。ゲームやってる時に、ここら辺いじると、ゲームの音量がちっちゃくなってってなるので、チャットの方に動かすと。つまり、チャット側の音が大きくなるっていう感じなんじゃないかなと思います。その他、あとはノイキャンが嬉しい。これはね、断然あっていいかなと思います。ノイキャンの効果、自分で収録してるときは気づけなかったんだけど、マイクの音質、聞いてもらったと思うけど、その時にキーボードの音が減ってるっていうのもそうだけど、そんなことでもあれだね、結構環境音
さーっていうホワイトノイズというか PC のファンの音かな、結構入ってたのに、今動画編集していて気づいたので、それがノイキャンオンにした時には、一気に削減されているなっていうのが分かったので、そういうところでは、かなり役に立つと思うので、ここポイントになるんじゃないかなとは思います。こっちはノイキャンとかも全然ついてないので。はい。で、続いて、用途限定だけど EQ 切り替えは便利。はい、さっきのデメリットで言ったところとちょっと矛盾してしまうところはあるかもしれないけど、矛盾というか、ゲームでは俺は分からなかった。ゲームの FPS でしか使ってないので、今回ちょっと2機種しかゲーム触れなかったので、例えばもっと迫力を楽しむようなゲームとかだったらアクションゲームとか、MMO でもいいし、ストーリー楽しむような系統のゲームだったりしたら、おそらくこの EQ の切り替えは結構効果出るんじゃないかなと思います。本当にさっきも言ったけど、FPS でその BGM もない状態だとさ、もう足音と環境音にしか目を向ける場所はないからさ、なんかね、あんまりね、その差が出る出ないが限定的なポイントになりすぎ、例えば銃声がした時の判断でしか比べようがないとか、そういうとこなんじゃないかなと思います。変わるには絶対に変わるので、音楽とかで聴いた限りは。はい。で、あとは、これ買うところの圧倒的メリットとしては、このまま見てもらって分かる通り、この光るってところになります。はい。ちょっとね、ちゃんと数えてないけど、全部で11ってなったかな。つまり8色プラスグラデーションモードみたいな、ここグラデーションモードなんだけど、このモードが3パターンあるのかね。これグラデーションの2パターン目でね。もう1パターン。で、ここからはもう固定のカラーなので、多分そういうことだと思います。説明書に一応ね、合計11みたいに書かれていたので、はい。みたいな感じになって。ちなみに今光はこれね、別のライトで光当たっているので、ここの光だけではないです。そして続いて、説明書が丁寧。ちょっとこれは画面、ちょっと一瞬映します。はい。説明書がね、とにかくね、FiFineはめちゃくちゃ細かく書いてくれているので、こういうものを初めて触るみたいな人、配信とか実況とかを始めようって人なんかにはいろいろわかりやすくていいんじゃないかなとは思います。はい。その他、これあれだね。結局、トータル的にって考えた時の話になるけど、結局、セール時のタイミングだったら、ありなんじゃないかなとは思います。途中でも触れたかもしれないけど、もともとね、定価というか元の価格が1万超えみたいなところがあって、その印象だとね、ちょっとこれはさすがに高すぎるんじゃないかなっていう印象はぶっちゃけ受けました。今の話聞いてもらって分かると思うけど。でそこに対して、今現在セールが開催されているタイミングなので、あれだけど、今見る限りは、黒い方が8000円台で、これは7300円だっけ ?7000 円台でした。カラーでのね、差もあったんだけど、それ考えると、悪くないんじゃないかなと思います。7000円だったら買いなんじゃないかなと思います。特にこの配信関連の機能、ここがメリットって感じる人は、断然、白いデスク環境とかで白いもので揃えたいって人なんかも、デザインが抵抗なければ、はい、可愛い感じのデザインになっているので、ここはかなり好み分かれるところだと思うので、はい、みたいな感じになります。はい、で、合わせて H9 側、こっちも一応メリットとか、デメリットになったところも軽く触れておきます。さっき触れたみたいに、こっちは配信機能が充実してるんだけど、こっちは配信関連の機能はほぼほぼないので、イコライザーないでしょ、ノイキャンもないでしょ、チャットとゲームの音量調節とかもここには何もついていないので、あとは、大きいところだと、こっちだとミュートしたときに、ここがランプ光ります。ちょっと色分かりづらいかもしれない。これ赤です。赤く光ります。けどこっちはね、何もランプとかないので、多分何も光んなかった気がするんだよな。そう、ミュート機能はあるんだけど、こっちも。で、これは実際にこういう風につけてみると、このね、ミュートのランプはね、めっちゃ視界に、なんかね、視界の左下の方にはっきりとこのランプつくので、間違ってミュートしたまんまで喋り続けてるなんてことは、よっぽどボケてなければ大丈夫なんじゃないかなと思います。ここは大きなメリットだと思います。はい。そして、こっちはあとは光らないっていうのがデメリットだしは19に関しては。で、逆にメリットで言うと、もう何回も触れてるけど、全体的に音量が大きい。マイクにしろ、聞く側にしろ、音量が大きい。そして音質がクリアに個人的には感じました。で、さらに、この 3.5mm でね、これで DAC も使える。そして何よりも価格が安い5000円相場な感じなので。はい、ということで、どちらを選ぶでしょうか。はい、どっちが気になるかよかったらコメントなんかで残してください。はい、関連リンクなんかに関しては概要欄、Amazon とか楽天とか貼っておくので、気になる方はぜひそちらから現在の価格なんかもチェックしてみてください。はい、ということでこんな感じでヘッドホンとかイヤホン中心にその他ゲーム関連とかガジェット関連どんどん動画アップしているので、よかったら YouTube トップの方から他の動画に関してもチェックしてみてください。はい、では今回以上となります。最後までありがとうございました。さよなら。